農家の農作業のすべてはこの糖のためにやっている。光合成の化学反応式について考えます。はい。植物が二酸化炭素と水を使って糖を作り出すこと。硫酸カルシウムは寄せないの。プラマイゼロ。どういうメカニズムでそれが起こっているのかっていうのを応用で勉強していきます。ここにガチャンとくっついて、最後に硝酸体窒素っていうものになります。しばらく雨が降りそうにない時とかは、あまり尿素は選ばない方がいい。皆さんこんにちは、さおりです。はい、今の時期農作業はお休みということで、今回はお勉強の回になります。今日は果樹職人に科学的な視点から農業に役立つ知識を分かりやすく教えてもらおうと思います。どうぞ。じゃあ始まります。お願いします。農業を科学的な視点から攻略しようということで、科学と植生学、この2つの基礎を少し知っておくと、肥料をまいたりするときに、例えばね、その肥料がどんな成分でどう分解されて、でどういうふうに植物に吸収されていくのかっていうのが分かりますと。じゃあそれが分かると何なのかっていうと、意味のある肥料とない肥料、意味のない肥料っていうのはあんまりないと思うんだけど、今やって効果の高い肥料とか低い肥料とか、必要な肥料必要ない肥料っていうのを判断できる。それによって無駄な経費をかけずに済むっていうので、化学と植生学の基礎を知ってみましょうと。はい、で今回やるのは、さっき言った化学の基礎、あとじゃあ植物の重要な三大要素って言ったら、何ですか？窒素、リン酸、カリウム。はい、窒素、リン、カリウムのうち、今日は窒素と、あとは畑の pH、pH、酸性アルカリ性ですね。これは、何をもって酸性なのかアルカリ性なのかっていうところ、この3つ、化学の基礎と、あと窒素について詰めていくことと、あと畑の pH について今日は詳しくやっていきますと。で2回目、今度植生学の方の基礎をやって、うちでは、3大要素っていうよりは5大要素として考えてて、さっき言った窒素、リン、カリにカルシウムとマグネシウム加えた5大要素を軸に製品設計とかをするようにしてるんだけど、この、窒素以外の4要素ですねと植生学の基礎を一緒にやっていって、で、もしくっつけれれば猛暑干ばつの対策、ミネラルだったり酢酸だったりっていうのがどういうふうに効いていくかっていうのも次回か次次回、これはやろうと思います。なので今日のゴール、目標としては、まず一つ目、原子とは何かを理解する。この世のすべてのもの、人間も植物も空気も海も地球そのものも全部宇宙も原子が無数に集まって構成されてるんだよね。そして2つ目、なぜ植物は空気中に大量にある窒素を吸収できないのかっていうのを理解します。空気って7割以上が窒素なんだよね。こんだけ空気中に窒素あるのに、なんで植物はこれを吸えないのか。吸えないのさ、植物ってこの空気中の窒素。なんで吸えないのかっていうのを科学的視点から理解すると。そして最後3つ目、窒素単体で肥料をあげたいなって言ったら何使いますか？尿素、硫化成肥料で窒素だけあげたいって言ったら、きっと硫胺か尿素。そう、ただ窒素含有量が違うだけではなく、この2つって畑に与える、pH、あとは即効性の違いっていうのもあるんですけど、それがなんでその違いが生まれるかっていうのを科学的な仕組みを使って完璧に理解説明できるようになると。この3つが今日の目標です。早速、じゃあまず、一番最初周期表っていうのが出てくるんだけど、周期表はちょっとこのボードには出してないです。別で多分編集で入れておくと思うんだけど、周期表見たことある？ない。いや、あるはずなんだよね、これ。
小学校、中学校とかで多分そうやって言うけどさ。出てくるんだけど、はい、うんまずこの周期表って何なのかっていうと、原子がずらっと順番に並んでんだよね。うんうんうん。で、じゃあ見方としては、原子が周期表には順番に並んでいて、まず原子っていうのは陽子と電子で構成されてるんだよね。うんうん。まあもう一個中性子っていうのがあるんだけど、それは今省きます。陽子と電子で構成されています、原子はすべて。そしてその原子が何の原子であるのか、水素なのかマグネシウムなのかネオンなのか、何であるのかっていうのは、ここに書いてある番号によって決まります。そしてここに書いてある番号と同じ数だけ陽子があるんだよね。陽子っていうのはこの赤い点のこと。これの数によってその原子が何であるかが決まるんだ。だから水素だったら陽子1個なんだよね。で番号は1番。次マグネシウムだったら陽子真ん中に12個あるんだよね、これ。12個。だから12番。こんな感じで周期表って順番に並んでるんだよね。陽子の数が1個のもの、2個のもの、3、4、5、6、7個のものって順番に並んでってるんだよね。で、今日覚えなきゃいけないのは8個だけ原子。まあ覚えなくても見ればいいんだけど、他のやつは全部使わないです。とりあえず。今日はね。で、何を覚えなきゃいけないかっていうと、このグレーになっていない部分、白いとこだけ覚えてください。本当はもうちょっとあるんだけど、基礎なのでとりあえずいいです。水素、炭素、窒素、酸素、そしてマグネシウム、リン、カリウム、カルシウム、この8個だけ、とりあえず。もうちょっと踏み込むとホウ素とか硫黄とか、あとは、マンガン、鉄、ニッケル、この辺りも出てくるんだけど、とりあえずはこの8つだけでいいです、覚えるのは。はい。そして、さっき言った通り、原子っていうのは陽子と電子で構成されてるんだけど、基本的に陽子と同じ数だけ電子があります、最初は。だから例えば水素だったら陽子が1個あれば、電子も1個ありますと。マグネシウムだったら陽子が12個に対して電子も12個ありますと。ネオンも一緒、陽子10個に対して電子10個なんだけど、電子のこのなんていうんだろう、配置がちょっと特徴的だと思うんだけど、これはね一応しっかり覚えておいてほしくて、まず陽子の一番内側の円、ここには電子は最大で2個入ります。2個しか入らないです。そして次、その1個外側の円、ここには電子が8個入ります。最大8個。1個内側のと合わせて10個。で、どんどん内側からどんどん順に入っていくから。で、その次の円には18個入りますと。これだけ覚えておいてくれればいいです。で、陽子っていうのはプラスの電気を帯びてるんだよね。電子はマイナスの電気を帯びてます。ここめっちゃ重要。陽子はプラス、電子はマイナスの電気を帯びてます。ネオンっていうのは、陽子10個に対して電子が同じく10個あるんだけど、内側に2つ満タン入ってるでしょ。で、外側に8個満タン入ってるんだよね。1個目は最大2個、2個目の円は最大8個だったでしょ。だから外側の円に8個入ってて、重要なのはこの一番外側の円だけなんだけど、この一番外側の円にしっかり8個入ってるっていうことが重要なんだよね。これに8個入ってない、7個とか6個とか5個とか4個とか8個ないと安定してないっていう状態なんだよね、原子として。だからマグネシウムは安定してないんだよね。これ2個多いんだよね。水素はもう1個欲しいのさ。そしたら安定できるんだよね。だからみんなこの安定してるこの周期表の一番右の列の原子を目指してるんだよね。ただここで間違えないでほしいのは、
一番右の原子の状態を目指してるだけで、例えばマグネシウムって、さっき言った通り原子としては不安定な状態ですと。で、じゃあどうすれば安定するかっていうと、この一番外側に余計に電子が2個あるんだよね。これがなくなれば、今度一番外側の円はもう一個内側のやつになって、一番外側の円に電子8個になるじゃん。こうなれば安定できるのさ。だから一番外側の2つをポイって捨てるんだよね、マグネシウムは。でそれイオン化って言うんだけど、電子を2個捨てますと。そしたら陽子の数は変わらない、12個のまま。で電子の数だけ10個になると。なんだけどこれ自体が何の原子かを決めているのって、さっきも言った通りこの陽子の数なんだよね。だから電子が減ったところで、電子が10個になったところでこれがネオンになるわけではなく、陽子の数は12個のまま、電子が2個消えただけだからマグネシウムのままなのさ。ただし全体で見たら今陽子の数は変わらず12個なのに対して電子の数は12個から10個になっちゃったじゃん。つまり全体で見たらプラスが2つ多いでしょ。これを Mg の上に2プラスって書いてマグネシウムイオンって言うんだよね。マグネシウムなんだけど、このイオン化して電子ポインって捨てて、プラスが2つ多くなっちゃったから2プラスがつくんだよね。プラスの電気が2個多いよってこと。でここにプラスとかマイナスとかついてたらイオン化したっていう状態なんだけど、今これだからこの状態のマグネシウムはマグネシウムイオンになりましたと。そして植物はイオン化したものしか吸収できません。なのでマグネシウム、この状態じゃ吸収できないけどイオン化したら吸収できるんだよね。イオン化したもの以外は吸収できないです。例外として水と二酸化炭素と酵素、この3つだけは一応イオン化してなくても吸収できはするんだけど、基本的には後のものは全部イオン化してないと吸収できないです。じゃあここに4つ原子があります。それぞれこれが何の原子なのか、周期表見ていいから、この4つがそれぞれ何の原子なのか書いて。書けばいいの？書けばいい。できました。じゃあ順番に1番から。水素。水素 H ですね。H。じゃあ次はO、酸素。酸素。3つ目はC、炭素。炭素。最後の4つ目はN、窒素。N、窒素です。正解。何をもってそれぞれこの原子だと判断した？陽子の数。そう正解。陽子の数で決まります。完璧です。ここまで。じゃあもうこれで1個目の目標、原子とは何かを理解するっていうのが達成できました。これが原子です。じゃあ次、全ての原子って金属か非金属かに分かれるんだよね。でこの周期表の緑のエリアのものは非金属、あとは全て金属です。で本当は周期表ってもっと5段目6段目6段目っていっぱいつながってんだけど、そっちはちょっともう使うことないので省略してます。ここにあるものが一応全てだと思って、黄色い部分が金属、緑は非金属です。でじゃあ金属と非金属で何が違うのっていうところなんだけど、今言ってもらったこの4つの共通点は全部非金属なんですよ。金属じゃない。この4つは金属じゃないものと金属のものがあって、マグネシウムはどっち？金属。そう、金属。金属って持ってる電子を手放したいんだよね。手放してイオン化したいのさ、安定したいのさ。持ってる電子を手放して安定したいんだよね、金属は。基本的にはね、例外はあるよ。に対して非金属、この4つ、こいつらは手放したくないのよ。集めたいの。集めたり他の人と共有したり
して増やして安定したいんだよね。だから例えば C って炭素ね。これさ、外側の円に電子が4つあるでしょ。あと何個欲しい？あと何個あったら安定する？ 4つ。そう、あと4つあったら安定するんだけど、逆にこの外側の4つを捨ててもいいんじゃないかって思うかも。同じなんじゃないかって、4つ集めるのも4つ捨てるのも同じなんじゃないかって思うけど、非金属だから集めたいのよ。8個にしたいのね。っていう違いがあります。まあ例外もありますが、それは覚えなくていいです。はい、ということで、まとめると、金属は電子を捨てたい。非金属は電子を共有したりして集めたい。じゃあ次、共有結合っていうのに入ります。共有結合。共有結合っていうのは、原子がお互いに足りないこの欲しい分を共有し合って安定化を目指すことを言うんだよね。例えば水素と酸素で見ると、水素はあと何個電子があれば安定しますか？ 1個。そうだね、1個だね。じゃあ酸素は2個。そう、2個欲しいの。これ水素の方の電子塗りつぶしてるけど、これは水素の電子と酸素の電子、分かりやすいように後々分けてるだけで同じものです。水素は1個、酸素は2個欲しいと思って結合します。水素と酸素なので H2O、 水ができます。でどういうふうに結合するかっていうと、電子を一つずつ共有し合うんだけど、この水素が酸素にこうとくっつくんですよ。この持ってる自分の1個をここにあげます。酸素のね。そして逆に酸素が持ってるこの1個をもらいます。それによってこういうことになるね。意味わかる？何が起きてるかっていうと、一つは自分のもともと持っていた、水素がもともと持っていた電子です。もう一つは酸素がもともと持っていた電子です。これを共有、一個ずつ共有し合う、電子を一つずつ共有し合うことで結合します。そして水素1個じゃ足りないからもう1個やってくるんだけど、同じことがもう1個起きますと。これによってじゃあどういう状態になったかっていうと、水素たちはこの円に、外側の円に何個電子がありますか？2個。2個だね。1、2だね。こっちも1、2あるでしょ。水素は安定した状態になれました。じゃあ次酸素は何個になった？外側の円。8。そう、8個で酸素も安定することができました。はい。ハッピーエンド。で、これを、このいちいちこんなの書いてたら日が暮れるので、電子式っていうのと構造式っていうのがあるんだけど、電子式で見たら分かりやすいです。H の円、外側には電子が2個ありますと。こっちも同じく2個ありますと。そして O の周りには8個ありますと。これが電子式っていうんだけど、今度構造式っていうのは、ほとんど一緒です。この電子って2つで1対なんだよね。電子2個で1対。電子2個で棒1本になるんだよね。電子が2つあって1本。2つあって1本。っていう書き方をします。構造式。これは後で出てくるので、別に今覚えなくてもいいです。じゃあ次。ここまで分かった？大丈夫。シェアしてるみたいな。そう。1個ずつシェアし合って、お互いに安定した状態になると。それでいいんだ。じゃあ次、二重結合。今の共有結合は、単結合とかって言ったりするんだけど、単体の単に結合。同じ共有結合の中でも二重結合っていうのがあります。これは何かっていうと、じゃあ次は C、炭素と O、酸素。この2つで考えてみようと。C は何個電子が欲しいんだっけ？4つ。そう。炭素は電子が4つ欲しいです。酸素は何個欲しい？酸素が2個。そう、2個。酸素は2個欲しいですと。じゃあ、ガチャン、結合しましたよと。
炭素と酸素 C と O なので CO2 になります。真ん中が炭素です。これ外側が酸素です。 CO2 です。C は自分の外側に自分の電子を4つ持ってます。なのでそれを2個ずつ酸素1人ずつに分け与えて共有してもらいます。酸素は逆に持ってる2つ、自分の外側に持ってる2つを炭素に共有して、でさっき炭素に共有してもらったこの2つを自分のないところにあてがいます。そうすることでまず酸素はこの2つ共有してもらったので、外側に電子が1234567個になって酸素は安定しました。こっちの酸素も同じです。次炭素はもともと2個ずつ持ってたものを酸素に共有物として出してるんで、代わりに2個ずつ共有してもらいます。酸素に。わかる？これによって足りない4つが酸素から2つずつもらえるので、炭素の周りにも1234567個あります。はい。これで CO2 ができましたと。全部安定した状態、すべての原子が安定した状態になってるよと。電子を2つずつ共有し合う。2つずつ共有し合う。電子式で書くと、O の周りには123456788 8個なんだけど、1234そのうち4つは共有なので O と C の間に入りますと。だからまあこういうことだよね。ちょっと崩れちゃった。こうなって O の周り、周りというか O の範囲には1234567 個ありますと。こっちも同じですね。8個あるでしょ。で C の周りにも同じく1234567 個あると。安定してますよと。でじゃあ次構造式の方に行くんだけど、さっき電子2つで1対になるって言ったじゃん。棒1本になるって言ったじゃん。2つが2個あるでしょ。だから書き方としては2本。こっちも同じ。2つセットが2個あるから2本になりますと。してこの結合の方法のことを二重結合っていうの。さっきは単結合1本だったじゃん。今度は二重結合2本になりました。わかる？ここまで。ちなみにこれ電子と原子の電子と陽子の数プラスとマイナスの数同じはずなんだよね。まず陽子が6個でしょ。8個と8個で22個。陽子の数。電子の数は12345678910111213141516171819202122。電子と陽子の数が同じだからここにプラスもマイナスもついてない。イオン化してないんですよ。でも CO2 は例外でイオン化しなくても吸えますと。ややこしいですね。まあ二重結合分かった？大丈夫そう？じゃあもう一個二重結合の例を見てみますと。これは結構出てくるんだけど、次これじゃあ何の原子ですか？どっちも同じです。同じ原子です。色は分かりやすく塗りつぶしてあるけど同じ原子です。右も左も。はい、酸素。どっちも酸素ですね。O。じゃあ酸素は何個電子が欲しいんだっけ？2個。そうだね。2個欲しいやつと2個欲しいやつ。じゃあ酸素同士で結合しましょうと。お互いに持ってるものを2個ずつ差し出し合って、で代わりにこの足りない2個の空いてるところに相手から共有してもらったやつを入れますと。成り立つ。立ってるでしょ。共有してる電子4つと自分だけが持ってる電子4つ。こっちも同じ。はい。そう。で8個と8個あるでしょ。どっちも。だからまあ電子式で見ても左側の O の周りには123456788、右側の O の周りにも8個あって、電子が2個セットで一対の電子が2個ありますよと。なので二重結合です。はい。OK？
じゃあ二重結合があるってことは三重結合もあるんですよ。ただし四重結合以降はないです。三重結合まで。じゃあこれ何の原子ですか？窒素。はい、窒素ですね。どっちも窒素ですね。で、窒素は何個電子が欲しいんだっけ？ 3個。そう、3個だね。3個欲しい窒素が2つありますと。なので、もう全く同じです。この足りない3個を相手から共有してもらって自分も3個出す。だから、これとこれとこれは共有として出します。これとこれは自分だけの窒素です。電子です。だから自分だけの電子2つと共有してる電子3つ。相手も同じ。これでお互いに123456788 123456788 8個ずつ外側に電子が来れたのでどっちも安定しましたよと。はい。じゃあ今度どうやって書くかっていうと、今度間に3つずつ共有しているので3つずつ来るんですよ。はい。これで8、8で外側に123456781 123456788安定してるでしょ。そして2個で1対のこの結合が3つあるので三重結合になりますと。はい。三重結合なので、もう見たまんまめちゃめちゃ強い結合なんだよね。でしかも電子の数もこれって陽子と電子の数も7と7で陽子は14個じゃん。電子の数も1234567891011121314。陽子と電子の数も一致してるからイオン化もしてないと。さらに三重結合ですよと。植物が吸えないどころか分解すらできないぐらいすごい強固な結合なんだよね。まず植物は吸うことができませんよと。空気中にある窒素の状態はもうこれ N2 なのさ。だから人工的なとんでもないエネルギーをこの窒素に加えてこれを植物が吸収できるような状態にするんだよね。無理やり引き剥がしたものが、最初に言った硫胺だったり尿素だったり、この三重結合にとんでもないエネルギーを加えることでバーンって剥がすのさ。剥がしちゃえばイオン化させられるから窒素を吸わせれるのさ。自然界で言うと例えば雷みたいなとんでもないエネルギーのものがここにバーンって落ちたらバーンって剥がれるんだ。とんでもないエネルギーで。だから雷が落ちたところの周り、畑のあたりっていうのは昔からなんか作物がよく育つと、米がよく育つと、そういう理由でなのかは知らないけど、雷のことを稲妻、稲の家族、稲の妻と書いて稲妻って読むのかもしれない。はい。じゃあこれで2つ目の目標だったなんで空気中の窒素を植物は吸えないのっていうのを理解できましたと。はい。ここまで大丈夫？はい。じゃあ次に二原子分子。これはちょっと軽く覚えておいてくれればいいんだけど、N は空気中で N2 として存在します。はい。さっき言った通り O も O2 として存在します。で H は基本的に水素として空気中に存在することはないんだけど、でも H も存在するとしたら H2 の状態で存在します。はい。C は C2 ではなくて C 単体で存在できるんですよ。じゃあもう何が違うのかっていうと、これも暗記するしかないです。この3つだけです。ここに2がつく状態で存在するのはこの3つと、本当は7つなんだよね。CL、CL2、これは塩素です。とあとI、要素っていうのと BR って言って、これは臭素だったかなと、もう一個フッ素だったかな、フッ素もだったかな確か。この7つ HON、CLI、BRF、この7つだけなんだけど、これはもう覚えなくていいです。これも後々覚えれたら覚えるぐらいで CL2、基本的には HON の3つが
この2の状態でなくてはいけないよっていうふうに覚えておいてください。はい。っていうのが二原子分子って言って、2つの原子でできている分子ですよ。はい。じゃあ次のページ。あくびしていいよ。どっか行ったかもしれない。そう、じゃあ続けます。はい。じゃあいよいよちょっと本格的になってくるんだけど、化学反応式っていうのに入ります。はい。化学反応式って何かっていうと、今言ったみたいなこの結合、この単結合だったり二重結合だったりっていうこの結合がもうちょっと実際に起こっているのに限りなく近づけた状態で式として見てみようというところで、じゃあさっき出てきた、水 H2 つと O1 つで水ができましたよっていうのをさっき例でやったと思うんだけど、まあ式で書くと H2 プラス O が H2O になりましたよ。これだけだったじゃん。ただこれは、実際に起こっていることとしては不十分なんですよ。なんでかっていうと、なんでだと思う？なんでこの式が不十分だと思う？まあ下に書いてあるよね。O2 じゃないから。そうそう。これが、見てないよ今。本当？O じゃなくて O2 として考えなきゃいけないのさ。2じゃなきゃいけないんだよね。だけど O が単体で存在しちゃってるから、これは不十分なのさ。じゃあどうしなきゃいけないかっていうと、まず H2 プラス O2 が H2O にしなきゃいけないんだよね。ただこれだと式として未完成なんですよ、今度は。なんでかっていうと、なんでだと思う？ O が足りない？そう、左辺と右辺、ここの矢印から左が左辺、右が右辺なんだけど、左辺には H が2つ O が2つあるのに対して、右辺には H2 つ O1 つしかない。これじゃあ式として成り立ってないんだよね。じゃあどうしなきゃいけないか。この状態だとまず H と O、H2 つと O1 つで H2O は1個できるじゃん。ただ問題はこの残った O、この O をなんとかするためには、ここにもう1個 H2 があればいいんだよね。H2 がもう1個、つまり2つの H2 があれば、この H とこの H2 つと O1 つでもう1個 H2O ができますよと。なので、2個 H2O ができるっていう感じ。2H2 プラス O2 が 2H2O になりますよと。これで 2H2 だから H2 が2個 H4 つと O2 だから O が2個で 2H2O なので H が4つと O が2個、H4 つ H4 つ O2 個 O2 個全部相殺されるでしょ。これでやっとこの式が完成になるわけですよ。大丈夫？これが化学反応式。この部分が化学反応式です。この完成形が。これを作りたいんだよね。これを作れると最初に言った農業にこれを生かしていけるのさ。じゃあちょっと難しいと思うんだけど、次二酸化炭素 CO2 で考えますと。はい。じゃあどうやって書いていきますか？これさっきやったんだけどさ。C と O2 つだからO2。けど C は2個じゃないといけない。いいえ。2個じゃなきゃいけないのは H と O と N だけです。C は1個でも存在できるやつです。で C と O2 つで何を作りたいんだっけ、最終的に。何を作る？これ書いてあるでしょ。これを作るための化学反応式。そう、これを作るための化学反応式なので、最終的にできるものは CO2 です。じゃあこれは式として完成していますか？してませんか？してますね。C1 つに対して C1 つ、O2 つに対して O2 つ。これが多分
一番簡単な化学反応式です。うんもう数の調整をする必要がないから、そのまんまです。これはこれでもう完成されてます。じゃあもう一個、アンモニア。アンモニアはさっき結合のとこで出てきてないです。ちなみにアンモニアっていうのは NH3 って書きます。はい。なのでこれですね。NH3。NH3 を作りたいですと。はい。必要な材料として使うのは窒素と水素、N と H3。今このもう半分に分けただけの状態です。はい。じゃあこれのまずおかしなところは何ですか？ N は、N2 じゃない。そうだね。N2 じゃないといけない。そして、H は、2じゃないといけない。そう、H も今 H3 だけど、H2 じゃないといけないんですよ。はい。じゃあこれでやっとスタートに立ちました。さあ今 N が2個 H が2個に対して右辺は N1 個と H が3つです。はい。じゃあどう数を調整すれば式が完成しますか？ 3H2 みたいな。3H2。3H2。こうすることで、そうだね。H2 が3つですよっていうことになります。N が2つと H が6個の状態になってる。に対して右辺は N が1つと H が3つの状態ですと。この材料で NH3 何個できそう？まず。NH3 は2つ。N と H3 つで1個。N と H3 つで1個。はい、2つできるね。こうなることでもう1個 NH3 ができますよね。右辺と左辺の原子の数を揃えるのが目的なので、N2 つ、N2 つ、H6 個、H6 個。これで揃ってます。だからここの分子の前の数字を何にするかで数を揃えていくのさ。わかった？これが化学反応式です。はい。はい。じゃあ次。もうちょっとです。基礎。光合成の化学反応式について考えます。はい。光合成っていうのは何かっていうと、植物が二酸化炭素と水を使って糖と酸素と、今ちょっと省略するんですけど、後でちょっと説明するんだけど、糖と酸素と水を作り出すこと。二酸化炭素と水を使って糖と酸素と水を作り出すことを光合成って言います。植物がね。で、今水はちょっと省略します。ややこしくなるんで。じゃあ糖の分子式、化学式は C6H12。ごめん。間違ってる。糖の化学式っていうのは C6H12O6 っていうふうに書き表します。水とかと一緒。水が H2O、二酸化炭素が CO2 のように、糖は C6H12O6 と書き表しますと。糖っていうのはもう全生物のエネルギー源です。はい。二酸化炭素と水を使ってこの糖と酸素を作り出すっていうのが光合成です。じゃあ光合成の化学反応式。はい、同じですね。二酸化炭素 CO2 プラス水 H2O によって糖 C6H12O6 と酸素 O2、で今回省略するんだけど H2O なんでこれはちょっと考えなくていいです今は、はい、左辺と右辺で全然原子の数が違いますと今ここに書いてるんだけど、左辺は C が1つに対して右辺は C が6個もあります。左辺は O が3つに対して右辺は O が8個あります。左辺は H が2個しかないのに対して右辺は H が12個もありますと。はい、じゃあちょっと 2,3 分時間を2,3 分時間渡すのでこれを完成させてください。この化学反応式を。はい。2、
2、3分どころか4、5分経っても解けなかったので、答え合わせに行きます。まず、はい。CO2 と H2O で C6H12O6 プラス O2 を作りたいです。はい。じゃあ、何が足りないかを順番に見ていこう。まず、じゃあ C から見ていくか。C は6個ありますね。6個必要。なのに対して、こっちには、左辺には1個しかない。そして、C を増やせるのは、この2つの要素の、2つの分子のうち、こっちだけだよね。CO2 だけだよね。だから、こっちにまず的を絞って、C を6個にしなきゃいけない。だからもう嫌顔にもまず、とりあえず6にすると。それによって、CO2 の数は増えます。C が1、2、3、4、5個増えるよね。6CO2 だから C が6個と O が5セット増えると。はい。C が6個と O が12個になりました。はい。これでとりあえず C の数は一旦ね、クリアと。はい。じゃあ次、H と O も数合わせなきゃいけないんだけど、どっちからやりたい？ H。なんで H がいい？なんとなく。わかりやすそうだから。いや、さっき言った通り、O はどっちにもあるので、これ。だからどっち増やせばいいか迷うから、H だったらこっちにしかないから、まず H からやっていこうって考えるとやりやすい。H はここに1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12個ありますと。に対して、左辺には H は2個しかないと。だから、とりあえずこれも6倍しないといけないよね。そうすると、H が6倍したら 6H2O なので、H2 が6個。なので H12 個になって、O は6個になりますと。はい。これで H の数も12個、12個で、とりあえずクリアですね。じゃあ、問題は O。O は右辺に1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8あるのに対して、左辺には1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18。18個になっちゃいましたよと。対してこっちには6個と2個で合計8個。じゃあ、今度は、生成されるもの、できるものが増えるっていう考えなきゃいけないんだ。で、じゃあ O ってどっちにもあるからどっち増やそうかなって思うんだけど、こっち増やすとまた C と H せっかく合わせたのにまたぐちゃぐちゃになるじゃん。だからとりあえずこっちを増やそうと。で18個必要なのに対して今6個はあるから、あと12個こっちで調整したいんだよね。12個に。じゃあこれどうすればいいと思う？ 6。そうだね。6O2。はい。6CO2。ごめん。6O2 にしたことで、O の数が、O2 が6個なので、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。12個になりましたと。はい。これで、O の数もクリア。これ合わせて18でしょ？はい。やっとこれで化学反応式が完成しました。で、本当はこれは、厳密に言うと 6CO2 プラス 12H2O で 6O2 プラス 6H2O。本当はね、最初に言った通り水は省略してるんだけど、ただ結局これって 6H2O が約分というか相殺されて、ここが6になってこっちは0になるんだよね。まあだから最終的にはこの形になるんだけど、過程としては一応水も生成されるから、水も考えなきゃいけないんだけど、今回の目的っていうのはこの右辺と左辺を合わせることだったから、水入れたらすごいややこしくなるから省略しました。はい。光合成、今やった光合成っていうのは、まあもうつまりは糖の生成のことなんだけど、農家の農作業のすべてはこの糖のためにやっていると思っています。
まあ別にそう思ってやってない人がいっぱいいると思うけど、うんなんでかっていうと、もう施肥肥料をやることうんは茎葉を作る、茎とか葉っぱを作ることになります。茎とか葉っぱは光合成する部分です。はい、防除、茎葉を守る、病気とかから守って、葉緑体を葉っぱを維持します。はい、つまりは光合成を維持することになります。はい、水やり、これはもう光合成の材料ですね。最初に言った通り、光合成とは植物が二酸化炭素と水を使って糖と酸素を生成するものです。なので水は光合成の材料です。そして収穫、これはもうそのままですね、作った糖を回収しますと。なので農家の農作業のすべてはもうこの糖を作るためにやっていますと。ここが、今回やんない次回って言ったこの干ばつ対策っていうところに結構直結してきます。この糖を作るためにやる、糖を作るために何をするか、維持するために何をするかっていうのが干ばつ対策の基礎、要になります。はい、ということで基礎終わり。ここまでやったのはもう全部基礎です。これを知った上で今んとこ農業にじゃあ何が活かせるの、よくわかんないと思います。はい、これだけじゃ大して活かせません。ただの基礎なので、この後応用をやっていきます。応用でようやく農業にいろいろ生きてきます。はい、裏面が応用です。はい、一旦休憩ということで。じゃあ休憩終わったということで、ここから応用に入っていきます。植物の成長に最重要なもの、最初に出てきたんだけど、何だったっけ？窒素。そう、窒素。窒素、リンカリ、カルシウム、マグネシウムの中でも成長に直結するのは窒素 N なんだけど、窒素系肥料、最初にも出てきたいろいろあるって言った中で、だいたい硫胺か尿素を火星だったら使うかなって思うんだけど、この2つの違いとして、誰でも知ってるところで言うと、まず含有量が違いますよと。あと重さ、はい、硫胺は重くて尿素の方が軽いです。はい、硫胺が重いというか尿素が軽い、他のに比べて。これも使ったことある人だったら分かると思います。飛びにくいです、尿素の方が。比重が違うよと。そして硫黄は最初の周期表で覚えなくていいよって言ったんだけど、 S って書くんだけど、S、硫黄 S。これが硫胺には入っています。なので硫胺撒くと同時にこの硫黄も畑に供給することになります。尿素には入ってないです。この辺りまでがだいたいみんな知ってるというか、説明なしでも仕組みとかどうこうなしでもだいたいみんな分かるところかなって思うんですけどここからはなんとなく知識としては知ってるよっていうところだと思うんだけど、即効性、硫胺は撒いたらもうすぐ効いていきます。即効性が高いです。に対して尿素は普通というか、尿素も早いんだけど硫胺がより早いよっていう感じで、 pH、pH、畑の酸性アルカリ性を硫胺は下げる、pH を下げるので、つまり酸性に傾けるよと。はい。対して尿素は変化なしです。はい。知識としては多分みんな知ってると思うんだけど、じゃあなんでなのか、なんで硫胺の方が即効性高くて硫胺は pH を下げるのか、どういうメカニズムでそれが起こっているのかっていうのを応用で勉強していきますと。はい。じゃあ次、硫胺と尿素の違い。はい。まず硫胺、硫胺っていうのは正式名称硫酸アンモニウムっていうんだけど、H2O とかさっき言った C6H12O6 と同じように硫酸アンモニウムの分子式は NH4 カッコ閉じ2の SO4 です。はい。で尿素は CO カッコ NH2 のカッコ閉じ2、こう書きます。はい。じゃあそれぞれ分解過程を見ていきます。分解過程を見ていくことでこの即効性とか pH の違いっていうのが分かるので、どういうふうに分解されていくかを見ていきます。まず
硫胺ですね。NH4 カッコ閉じうん 2SO4 は、まあ、もうこれ畑に出して雨とか水とかに当たった瞬間に電離します。電離っていうのは、水に溶けて分解されるのではなく、イオンとしてもう分かれちゃうことなんですよ。これはちょっと後で説明します。なんでここにプラスが来てマイナスが来て、もともとなかったのになんでプラスとマイナスが来るかっていうのは後で説明します。まあ、2NH4 プラスっていう、これをアンモニア体窒素って言います。これを。NH4 プラスってアンモニア体窒素っていうものと硫酸イオンですね。これは硫酸イオン、SO4 マイナス、この2つに電離して分かれます。ここでバーンって分かれちゃいます。はい。で、まあこれなんでカッコ外れてこういう書き方になってるかっていうと、ただこの2が前に来てるだけですね。これを最初からこの2が前に来ちゃうと、これ SO4 も2倍っていうことになっちゃうんですよ。2はその後に来るもの全てにかかるので、だから最初はこの状態、カッコの中に NH4 が入ってる状態で電離して分かれたらもう2が前に行きますよと。じゃあ雨降って水に当たった瞬間にもうアンモニア体窒素と硫酸イオンに分かれるんですけど、このアンモニア体窒素っていうのはもうこの時点で植物が吸える状態です。はい。もうこれ吸える。イオン化してるでしょ？プラスついて。これはもう植物がすでに吸える状態です。ただ、吸えるは吸えるけど、ちょっとまだ吸いにくいよっていう状態なんだよね。まだもっと吸いやすくなります、これは。はい。じゃあ、これがどういう風に吸いやすくなっていくのか。これに絞って、もうね、硫酸イオン。これは、硫酸な SO4 って硫酸なんだけど、これとしてもう畑にパンって放出されるんで、これはもうちょっと今後考えずに、ここだけに絞って考えていきます。はい。アンモニア体窒素ですね。電離した後、アンモニア体窒素は次どうなるかっていうと、畑の酸素とか、まあ空気中の酸素とか土壌中の酸素と反応します。はい。消化菌っていうのがあって、消化の消はこの消ですね。石辺に消すみたいな字。この消で消化菌っていう菌が畑にいるんだけど、それによって酸素と反応させられます。アンモニア体窒素は。まあ覚えなくていいわ。とりあえず周りにある酸素と次反応します。アンモニア体窒素は。はい。それによって亜硝酸体窒素っていうものに変わります。と水素イオンと水が一緒に生成されます。さっきやった化学反応式の右辺と左辺の数合ってるはずなんですよ。N が2個、N が2個、H が8個、H が1、2、3、4、5、ごめん。H2 を2つだね、これ。H が8個。H が1、2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8、8個ね。で、O が6個。1、2、3、4、5、6。O6 個。はい。式として成立してますね。アンモニア体窒素と酸素が反応して、亜硝酸体窒素と水素イオンと水が生成されましたよと。はい。で、また、こっから先は、もう畑に放出されるので、一旦考えないんですけど、この水素イオンだけはちょっと後で出てくるので、これはちょっと後でまたおさらいします。とりあえずまたこの亜硝酸体窒素。これはさっきのアンモニア体窒素よりは吸いやすいけど、まだ完璧じゃないんですよ。まだ吸いやすくできるんですよ、植物が。じゃあどうなるかっていうと、今度亜硝酸体窒素のみをまたここに持ってきて、さらに同じようにまだ酸素と反応しますよと。O2、酸素とまだ反応します。で、次。ようやく最終形態である硝酸体窒素。亜硝酸体窒素の亜が消えただけですね。硝酸体窒素っていうものに生まれ変わります。原子の数も一致してるはず。N が2つ、N が2つ、O が6個、O が6個。
一致してるでしょ。うんこれが最終形態、小酸体窒素。小酸体窒素っていうのが、窒素の中で一番植物が吸いやすい状態です。うんはい。硫胺の分解過程っていうのはこういう感じで、まずアンモニア体窒素になって、で亜硝酸体窒素になって、で最後に小酸体窒素っていうものになります。はい。どんどん吸いやすくなっていきますと。でその過程で水素イオン H+水素イオンっていうのを放出しますよと。後で出てくるんで今は忘れていいです。次、尿素の分解過程に移ります。尿素は CO NH2 2、はい、そして雨が降ったり、水をやったりしてもいいんですけど、少量の雨だったり水だったり H2O ですね、があれば尿素っていうのは水とか雨に溶けてアンモニアと二酸化炭素になるんですよ。さっきと違うのは硫胺はここに左辺にプラス H2O がなかったじゃん。尿素はプラス H2O があるのさ。何が違うかっていうと、硫胺は別に水に溶ける必要はないんだよね。水に触れたら、水の中に入ったらもう電離します。溶ける必要はないです、特に。ただ尿素の場合は最初は少量でいいので水に飽きて少しでも溶けないといけないです。ただ少しの水分でもうすぐ溶けます。でアンモニアと二酸化炭素になるんだけど、ここも化学反応式は一致してます。原子の数は一致してます。もう省略してもうここからは省略するけど、とにかく、水が少しでもあれば、だから土が湿ってたり朝露があったり、ちょっと霧雨が降ったり、その程度の水で十分アンモニアと二酸化炭素になります。はい。そしてじゃあ次、また二酸化炭素はもう放出されちゃうんで、ここアンモニアだけ考えます。はい。アンモニアっていうのは NH3、さっき表面で基礎の方でやった通り、NH3 ってイオン化してないじゃん。だからアンモニア自体は植物はまだ吸うことができないのさ。じゃあどうすれば吸えるようになるかっていうと、今度 NH3 プラスまた H2O また雨水、今度はしっかりしたたくさん多い量の水がないといけないんだけど、さらに溶けることによってやっとアンモニア体窒素になれるの。アンモニア体窒素っていうのはさっき硫胺が一番最初電離した瞬間にもうアンモニア体窒素になったじゃん。この状態に水に溶けてアンモニアになって、さらに水に溶けてやっとなれるの、アンモニア体窒素に。だから硫胺よりも効きが遅いんだよね。溶けないといけないから。でこうさ、これちょっとさ疑問じゃない？なんで矢印両方あんのって。確かに。これちょっと後で説明する。ここ大事なとこなんだよね。ここ農業に生きてくる大事なとこなんだけど、後で説明します。でアンモニア体窒素になって、これはもうさっきと同じ。あとは硫胺の分解過程と同じです。ここから硫胺と同じ反応になっていく。だから硫胺と同じスタートラインに立つまでにちょっと時間がかかる。だから硫胺の方が効きが早いよって一般的には言われます。はい。で一緒に水酸化物イオンっていうのをこの時点で発生します。OH-。さっきは H+ が硫胺って出たと思うんだけど、これと対になる存在です。OH- っていうのは。後で説明します、これも。はい。じゃあさっき飛ばしたなんでここにプラスだったりマイナスだったりっていうのがいきなり来るのっていうところをやっとここで説明しますね。今飛ばしてるのはこのプラスマイナスイオン化するメカニズムと、この H+ だったり OH- がこれなんで覚えなきゃいけないのっていうところ、とこの矢印、なんで両方に矢印あるの、この3つを飛ばしてるんだけど、最初にこのイオン化プラスとマイナスがなんでついたのっていうところをやっていきます。ここが今日やる中で一番ちょっと複雑かもしれない。
難しいかもしれない。まず、2NH4 プラス足す 2OH マイナス。このアンモニア体窒素と水酸化物イオンができたところ。なんだけど、どっちも2がついてると思うんだけど、2は約分できるんでちょっとめんどくさいんで省略しますと。なので、この形。ただの NH4 プラスと OH マイナス。はい。2が約分されただけです。この状態のもので考えていきますね。はい。じゃあまず NH4 プラスから。NH4 プラスって N と H でできてるじゃない。で、それぞれ H はあと1個電子が欲しいよ。N はあと3つ電子が欲しいよっていう状態だったじゃん。だから、そのまんま結合して、NH3、っていう状態になるのね。さっきも出てきたアンモニアなんだけど、NH3 になるんだけど、一応結合としては、3つ欲しいから水素3つと、1個ずつ共有して、水素も3つそれぞれ1個共有してもらったおかげで、みんな安定できてるよっていう状態。一見これ安定してる状態に見えるんだけど、実は、イオンの話までいくとさらに安定する状態があって、今外側の電子6個は使ってるじゃん。だけど2個使ってないじゃん。この2個もさらに使うともっと安定できるんだよね。別にこれでも安定なんだ。これでも別にいいんだけど、もう1個来てもいいですよっていう感じ。これは一旦 NH3 の状態として一旦覚えておいて。一旦置いとくから。で次、こっち OH マイナスを見てみましょう。OH マイナスっていうのは H2O、 水から H が1個ピャンってなくなったものなんだよね。順番は逆なんだけど HO になっちゃってるんだけど、H2O の H が1個なくなったら、原子の数としては同じじゃん。O1 個 H1 個。ピュンって H1 個消えたら O1 個 H1 個になるでしょ。じゃあどういうことが起きてるかっていうと、H2O さっきさ、もう忘れたかもしれないけど、酸素と水素がそれぞれ電子を1個ずつ共有して、安定化しましたよっていう状態じゃん。H2O がね。これ覚えてる？これやったよね。で、今、電子の数、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個に対して陽子の数も O に8個と H に1個ずつで合計10個。プラスマイナス0の状態ですと。こっから、H が1個消えます。なんでかっていうと、さっき言った通り、ここの NH3 がもう1個あってもいいよって言ってるから、引っ張られるんだよね、こっちに。なるほど。なので、1個消えます。ただし、陽子だけが、って飛んでいきます。電子は置いていきます。なぜかというと、これは8個あることによって安定してるから。水素が電子1個持ってっちゃったら、こっち安定できないじゃん。だから、電子はこいつは離したくないのさ。だけど陽子は別にどっちでもいいよ、いらないよって、いてもいなくてもいいよって感じ。そしてさっき最初に言った通り、こいつが何であるかを、何の原子であるかを決めるのは陽子の数だよね。陽子が1個だったら、そう水素 H でしょ。で、電子を置いていったから、ここに電子を置いてっちゃったから、ここにあったはずのこの電子っていうのはないのさ。だから全体で見たらプラスの電気が1個多くてマイナスの電気はないよっていう感じじゃん。だからここにプラスがついてるのさ。H プラス。逆にこっちは H2O からプラスの電気が1個なくなっちゃったよって。で H も1個なくなっちゃったよって。だからマイナスがつくんだよね。全体としては陽子の数が9個に対して電子の数は10個あるじゃん。
だからまあ OH マイナスっていう風に書くんだけど、OH マイナスっていうものになりましたと。そして飛んでいったこの水素のプラス H プラスはここにガチャンとくっついて、もうここに2個あるからそもそも。だから2個ともこいつからしたら共有させてもらう。自分は1個も差し出さずに陽子だけの状態で飛んでいって、ここにある2つを共有させてもらう。これによって NH3 だったものが NH4 になるじゃん。H4 つになってね。で、さらに陽子の数は真ん中に窒素のもともと持ってた7個の陽子と、水素が4つなので、7たす4で11個。に対して電子の数は1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10個。はい。プラスの電気が1個多いので、ここにプラスがつきますと。まあ、まとめると、もともと NH3 だったもの、はい、は、陽子が H プラスが1個飛んできて11個になりましたよと。で、電子は10個のまま変わりませんよと。はい。陽子の数が1個多いので、そして H も1個プラスされたので NH4 になってプラスがつきます。逆に今度 H2O だったものは H が1個抜けて、プラスの陽子だけが1個抜けて9個になっちゃいましたよと、陽子が。に対して電子は置いていったので10個のままですと。だから H が1個減ってマイナスがつきますよと。OH マイナスになります。なるほど。はい。っていうので、ここでもプラスがマイナスがいきなり現れました。何にもなかったところにいきなりプラスとマイナスが現れたのは、こういうことが起こってる。イオン化っていうのが起こってるから起きてますよと。はい。じゃあ、1個前、尿素の方に戻るんだけど、なんで、じゃあ次この矢印が重複してるのか、往復してるのか。これは、さっき言った通り、こっちだと、別にここにあってもいいし、なくてもいいのよ。別に NH3 でも十分安定はするんだよ。問題ないし、こっちも H2O だっていいのさ。安定してるから。だから、まあ言っちゃえば逆の反応も起こり得るんだよね。これって。NH3 だったものが1個 H 飛んできて NH4 プラスになりました。でも、せっかくなったのに、やっぱり1個ピョンって抜けて NH3 と H2O になったりもするのさ。これ別にどっちでもいいから、こいつらに関して。こいつらは水素をここに1個、水素というか H を持ってようが持ってまいがどっちでも安定はできるから、ただこっちの方がちょっと安定はしやすいんだけど、でも別にどっちでもいいから戻ることもあるのさ。せっかくアンモニア対窒素になったものがまたアンモニアに戻ることもありえますと。そういうことが起こりうるからどっちにも矢印がついているよ。っていうことなんだ。で、じゃあだから何なのっていうところだと思うんだけど、これってつまりは尿素からアンモニアになるためには水は少量でいいんだよ。だから空気中の湿気だったり、土の湿り気だったり、朝露だったり、その程度でアンモニアになっちゃうのさ。そしてアンモニアっていうのはすごく蒸発しやすいんだよね。蒸発しやすい性質を持ってるんだ。気体なんだよね、これは。ほぼほぼ。だからまあこっちで説明すると、この状態で長く置いておくともうどんどん空気中に蒸発していっちゃうのさ。だからあんまりこの状態で置いときたくないんだよ。もったいないから。せっかく撒いてもちょっとの水ですぐアンモニアになって、これがなかなか次いっぱいの水がない、雨が降らなかったら、こっちにそもそも行けなかったり、せっかく行っても戻ってきたりして、蒸発してっちゃうのさ、どんどん。だから雨が降る前日とか直前とかであれば全然尿素はめちゃくちゃいいんだけど、
しばらく雨が降りそうにない時とかはあまり尿素は選ばない方がいい。あとは小麦の追肥とかみたいな、その撒いた後に土をかけれない作物があるじゃない。まあ、小麦とか稲とかはあまりよく分かんないけど、稲っていうか米はあんまり作ってないから分かんないけど、ばらまいた後土をかけれない、覆土ができない作物も尿素はあまり向いていない。雨が直後に降るのであれば大丈夫、関係ないけど、覆土ができないから、覆土ができないってことはもう空気中に逃げ放題ってこと。上に土もなんもないから。だから覆土ができない作物は、まあ、雨が降らないのであれば龍安の方がいいよ。そういう選び方ができる。雨が降るんであれば、どっちでもいい。すぐ溶けるから。この分解の過程を知っていることで龍安と尿素、今じゃあどういう時に龍安でどういう時に尿素を選べばいいなっていうのが多分これでもう今後わかるじゃん。尿素を無駄にしない。ただ尿素の方が巻きやすいんだよ。窒素含有量が高くて 46% だからさ、少ない量で済むし、巻きやすいは巻きやすいんだよ。多分値段はね、なんかそんなに変わらなかった気がする。結局その窒素ベースで何キロ落とすって考えたら、値段はそんなに大差なかったような気がするんだけど、圧倒的に尿素の方が巻きやすい。ドローンとかでも巻けるからさ、龍安20キロ巻かなきゃいけないところ、尿素だったら10キロで済むからさ、尿素の方が巻きやすいっていうメリットはある。っていうのがイオン化です。そして可逆性、この矢印の意味と、このプラスが急にプラスマイナスが急につくところがこれで分かった。じゃああと1個飛ばしたとこ、 H プラス OH マイナス。龍安では H プラスが発生しましたよと。そして尿素では OH マイナスが発生しましたよと。しかしもう先に言っちゃうけど OH マイナスが発生するんだけど、この後このアンモニア体窒素は尿素じゃないわ、龍安と同じ軌道をたどっていくので、結局 H プラスをその後で放出します。じゃあ何が言いたいかっていうと、畑の pH、 これが最後です。今日の畑の pH、 pH っていうのは、畑が酸性なのかアルカリ性なのかっていう話で、この pH っていうのは H プラスと OH マイナスによって決まります。H プラスが、すごい乱暴な言い方なんだけど、H プラスが畑に多いと畑は酸性に傾いてます。OH マイナスが畑に多いとその畑はアルカリ性に傾いてます。実際にどれぐらいなのとかっていうとちょっとすごい複雑な話になってくるから省くけど、乱暴な言い方をするとこういうことです。じゃあもう感づいてると思うけど、龍安っていうのは H プラスを放出します。なので畑を酸性に傾けます。土壌を、に対して尿素は OH マイナスを放出します。しかしその後結局は H プラスを放出します。龍安と同じ軌道をたどるので。なのでOH マイナスも H プラスも出すよっていうことで、変化なしと。プラマイゼロではないけど、ほとんど変化しないです、これは。っていうのが畑のpHの正体です。こいつらによって決まります。そもそもどんな作物もあんまりこの畑の状態が酸性に近いと発芽しなかったり、あとは発芽しても生育が極端に悪かったりするんだよね。で逆にアルカリ性が強いと発芽はするんだけど、その後焼けやすかったり、これも生育に障害が出たりっていうことが起きるんだ。だからここをうまく調整したいんだけど、これで即効性とpH、即効性が高い pH を下げる龍安がね、っていうのがなぜなのかが分かりましたよと。じゃあ3つ目の目標だった龍安と尿素の違い、pH だったり即効性だったりっていうのがどういうメカニズムで違うよっていうのが
これで分かったんじゃないでしょうか。はい。まあ例えばNK20 っていう肥料があるんだよね。はいはいはい。NK20 これはN が確か20とごめんちょっとうろ覚えなんだけど K が10だったかな、パーセントだった気がする。だったはず確か。その冬になっちゃうとね全部忘れるんだよね。だからこれを100キロ畑に撒いたら、まあ、窒素は20キロ、カリウムは10キロ撒くことになるんだけど、この N っていうのはもうほとんど硫酸。まあ肥料会社にもよるけど、うちで使ってる NK20 はこの N は全部硫酸由来の 20%。ただカリウムも同時に撒けるから追肥の時にすごく便利なんだよね。で芋にうちはカリウムを入れるから追肥で、だから NK は使ってる。でこの N は硫酸由来だから硫酸の窒素だから、畑ちょっと酸性に持っていける。最初に結構その石灰を撒いたりするんだけどさ、畑に石灰って基本的にまあカルシウムのことなんだよね。カルシウムって石灰のことなんだけど、硫酸カルシウムっていうタイプと、あとは炭酸カルシウムっていうタイプがあって、基本的に多いのは多分こっち炭酸カルシウムなんだよね。例えば口説き石灰とかホタテとか貝殻とかっていうのも大体この炭酸カルシウムなんだ。ただ炭酸カルシウムはアルカリに寄せるのよ、土壌を。だけどこっちの硫酸カルシウムは寄せないのよ。プラマイゼロ。特に変化させないんだ。だから芋に使うときは、メイクインに使うときはこっちを使うようにしてる。硫酸カルシウムを使うようにしてる。あとの作物は全部炭酸カルシウムで別にいい。まあこういうのだね。こういうのを次にやっていく感じです。以上。はい、ありがとうございます。ということで第1回目のお勉強が無事終了しました。最後まで見てくださった皆さんありがとうございます。難しかったですか？簡単でしたか？私はちょっと難しかったです。まあでもね、この冬の期間に少しでも次の農作業に役立てるようにしっかり知恵をつけていけたらなと思っています。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。